皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍がいかにミスを連発し、それによって被害が拡大しているかについて解説していこうと思います。私は今回なぜこのような話をするかといえば、以前の動画において、ウクライナ軍がハイマースを利用して様々な地点に攻撃を行い大戦果を上げている話をご紹介しました。このような動画に対して、あなたの言っていることは間違っている。ウクライナ軍は決して強い軍ではなく、このような戦果を上げているのはフェイクニュースだといった話をコメントされる方がいました。私自身は別にウクライナ軍がすごい強い軍ですよなんて紹介した覚えはないのですが、これまで私はウクライナ軍に対する評価としては、善戦しているという言葉で皆さんに解説を行ってきました。それは、ロシア軍の方が旧ソ連時代から蓄えてきた兵器や弾薬などを大量に投入することによって圧倒的な火力を持ってウクライナ軍を攻め立てている。にもかかわらず現在の戦線はウクライナの東部そして南部の2つの方面に限られ、しかも国土面積全体から言えば決してウクライナ全土が戦火にまみれているわけではない。ロシア軍の侵略というのはある程度食い止めることができている。そのような全体状況から私はウクライナ軍に対して善戦しているという評価を下しています。そして、ウクライナ軍がこのような善戦をすることができた背景には、これまでロシア軍による様々な作戦ミスや構造的問題があって、狙ったような戦果を出していないということがこれまで続いてきました。とはいえ、全体の戦略のミスについてはこれまでも何度か指摘しているので、今回はウクライナ軍がなぜ弾薬庫をうまく攻撃することができているのか、その理由の一つをご紹介して、ロシア軍にはまだまだ現場レベルでの問題が発生していることを理解していきましょう。それでは早速実例から見ていきましょう。この映像はロシア軍の弾薬庫の中における作業風景で、弾薬などをトラックに積み込んでいるところです。この映像を撮り終わった後にはわざわざ集合写真などもインターネット上に公開していました。このような映像を公開している関係で、その後場所が特定され、ご覧のような大爆発を起こすような攻撃を招くこととなりました。しかし、このような事例というのは何も今回が初めてではありません。もっと以前からこのような自滅的な行動といったものは見られました。2つ目に紹介するこの映像は、ロシア側の報道がウクライナの港を占領し、その港に今物資をどんどんと下ろしているところだといったことを紹介している映像でした。この映像を見てウクライナ軍は、今作業しているんだったらすぐ攻撃しなければといった具合にして遠距離攻撃を行い、陸揚げしていた揚陸艦、そしてその周辺の船なども一緒に打撃を受ける惨事となりました。そしてもう一つ紹介する映像というのも、こちらはロシア軍の自走銃迫撃砲です。こちらの方もロシア側の報道機関がこんなすごい兵器があるんだぞと紹介したわけですが、これもやはりすぐに場所を特定され、よし今ここにいるんだったらすぐ攻撃しようというわけでウクライナ軍の攻撃を招くこととなりました。こちらの方もドローンによる観察で場所が特定され、そこに対する砲撃というものが行われ、見事に大爆発をするというオチを見せてくれました。ではなぜこんなことになっているのか、その背景として一つ理解を深めていくためにもこんなニュースをご紹介します。ロシアが刑務所で兵員募集、報酬47万円と釈放を条件に参戦拒否も頻発化。イギリス国防省はウクライナ東部ドネツク州の制圧を目指すロシア軍が刑務所での人材募集など通常とは異なる手法での兵員補充を強いられている可能性があるとの分析を明らかにした。アメリカ政策研究機関戦争研究所もロシア極東での50歳から60歳代の志願兵による部隊編成や参戦拒否が相次いでいると指摘している。ロシア西部サンクトペテルブルクの刑務所では、ロシアの民間軍事会社ワグネルが受刑者に6ヶ月の兵役任務と引き換えに報酬20万ルーブル、日本円で約47万円と釈放を条件として提示していると調査報道専門のロシア独立系メディアが7月上旬に伝えていた。プーチン政権に近いワグネルは戦闘員を中東シリアやリビア、アフリカ諸国に派遣し、正規軍の代役を担う。プーチン政権は反戦機運の高まりを警戒し、大規模動員に移行していない。まず最初にロシア軍の弾薬庫の映像が公開されていることについて解説を行っておきましょう。この映像を撮影したのはロシア軍側で、この情報を公開したのもやはりロシア軍側です。なぜそのようなことをしたかといえば、弾薬庫に大量の弾薬があるということは、それをもってしてウクライナ軍を圧倒することができているんだという
ロシア軍側の優位性というものを誇示するための情報だったわけです。ですからそれに携わっている人たちの集合写真も合わせて撮影し、これを公開しているわけです。ところがここには大きな問題があります。前線に近い弾薬庫というのは当然のようにもともとはウクライナ領でロシア軍が占領して自分たちが新しく弾薬庫として使っているわけです。ですからこの施設をそもそも建てたのはウクライナ企業ですし、またこの施設をもともと使っていた人たちというのも当然のようにウクライナ人なわけです。もともとはたとえオフィスビルであろうと倉庫であるとどんな用途で使われていたとしても、それを使っていたのがウクライナ人というのであれば、どんなに中の状況が変わっていたとしても、これはきっとこの場所だという具合にして情報は集まりやすいわけです。ですから室内の様子だから大丈夫だというロシア軍側の明らかな油断に対してウクライナ軍はこの場所だなと情報を確定することができるわけです。またロシア軍が占領しているということは当然のようにウクライナの住民の人たちもその周りにまだいるでしょうから、あの施設にはトラックが頻繁に出入りしているなといったように確認作業をすることもできるわけです。そのようにして弾薬庫が確定すれば当然のように攻撃を招くというわけです。ちなみにこのような弾薬庫に対する攻撃によって大爆発が起きてしまったということに関してロシア側としては民間施設をウクライナ軍が攻撃してそれによって住民が亡くなっているといった具合にしてウクライナ軍が非道な行いをしているといった具合にしてウクライナ側を非難しています。もともとはウクライナの民間施設だったとしても現在はロシア軍の弾薬庫というのであれば、私は民間施設と自称するのではなく軍事施設として分類されるものだと思っています。そしてその他ロシア軍の自滅的な報道についても取り上げました。この2つに共通しているのはやはりどちらにしてもロシア軍はとても有利に戦いを進めていますよということを報道するためにウクライナ側の港を占領して、そこにロシア軍がどんどんと兵器を送り込んでいるんだといったことを素早く報道しようとした。その結果として揚陸艦が港にいるうちにウクライナ軍の攻撃を受けてしまったというわけです。そして3つ目に紹介したのもやはりロシア側の報道で、ロシア軍の兵器は強力でこの兵器によってウクライナ軍が苦しめられているんだといったことを伝えるために、まだ兵器がその場所にいるにもかかわらず報道もすぐにしてしまって、ウクライナ側がドローンによって偵察した時にまだそこに部隊が残っているというかなり間抜けなことをしてしまったわけです。その後ドローンの観察に基づいて精密射撃を行ってこれを撃破した、その手腕は素晴らしいものでしょう。しかし全体状況から言えばウクライナ軍がすごく強くてうまい攻撃をしているというよりは、ロシア軍がいかにも自滅的な行動をしているためにまずい結果を招いているというのが正当な評価だと言えるでしょう。しかし戦争というのはこのような相手があるものですから、決してどちらかが一方的に強いとか一方的に失敗しているというわけではなくて、全体状況から言えばロシア軍はウクライナ領に侵攻している以上血のりはないというところが一番のハンデとなっているでしょう。ロシア軍に占領された地域においてはその土地を離れたくないから占領されることを覚悟で住民が残っている場合があります。これらの人々が決してロシア軍を歓迎しているわけではなくて、占領しているロシア軍の情報をウクライナ側に流すということは継続的に行われているわけです。ですからロシア軍が一体どこに集結しているのか、また出入りしている施設はどこなのかといった情報などをもとにしてウクライナ軍は攻撃しやすいというわけです。またウクライナ側の有利な点としては、そうした地元住民からの情報収集だけではなく、軍事衛星やもしくは民間の観測衛星などからの情報をもとにして攻撃地点を絞り込むといったことが挙げられます。これは NATO 加盟国様々なところが支援を行っています。ですから決してウクライナ軍だけでこのようなうまい攻撃が連続してできているわけではないというわけです。このあたりは情報の支援というのは決して形としては見えないわけですが、しかしウクライナ軍の攻撃の精度が上がる理由としては十分考えられるものです。また情報が簡単に出てしまうこの原因としてはニュース記事を一つご紹介しました。ロシア軍側の兵士の質が下がっているという点についてはやはり言及しておくべきでしょう。今回紹介したのは囚人を主にリクルートする話だったわけですが、
ロシア軍の兵士が亡くなってそれを補充するために一体どこで主に兵士を集めているかといったことも重要でしょう。刑務所だけではなく、いわば無職の人を対象として積極的に勧誘していることもニュースとして報じられています。これは40万円という金額が囚人に対しては提示されたわけですが、同じように現在無職で仕事を探していますよという人に対して月給40万円出しますよというのは一つ魅力的なわけです。もちろん戦死する可能性もあるわけですし、決して割に合うかといえばそういったわけではありませんが、やはり生活苦に陥っている人たちに対しては何ヶ月間か戦場にいてうまくすれば生き残れるかもしれないというのは少なくとも一つの希望になるわけです。しかもそのような勧誘を行うときには最前線には決して送らないよというのが一つの誘い文句だそうです。例えば今回のように、君はトラックを運転するだけでいいんだ。倉庫に行って砲弾を積み込んで目的地の前線まで届けてくれればそれで大丈夫だ。といったような、確かに軍を支えるんだけど、しかし実際には危険がないかもしれないと、あたかも錯覚させるような誘い文句で軍へと誘っていくわけです。このような兵士たちというのは当然のように長期間の訓練が施されているわけではありませんから、決して兵士としての士気が高いわけでもなければ、兵士として守らなければならない行動などについても精通しているわけではありません。ですから、迂闊な行動といったものも出やすいのです。といったわけで、今回の動画においては、ウクライナ軍が強いといった話ではなく、ロシア軍側の方に多くの問題があって、それによって自滅するような行動をしているから、ウクライナ軍があたかもものすごく強く見える、そういった現象が出ているんだというお話でした。こうしたミスというのは戦争でなく、例えば何かの軍事演習であるとか物語の中では笑い話で済むものです。しかしロシア側のしている様々なミスというのは、それに伴って多くの人が亡くなることとなるものです。冷徹な話ですが、このようなミスをした人たちというのがどんどんと亡くなることによって、ロシア軍側の方にはもっともっと兵士を集めなければならないという圧力がかかってくることとなります。最近においてはロシアの首都モスクワにおいて義勇兵を募集するという話なども出ています。プーチン大統領が現在行われているのは特別軍事作戦であって戦争ではないとしていることから、足りない兵士を補充するための苦肉の策だと考えられています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。また YouTube では投げ銭機能もあるので、面白いなとか、もしくはチャンネルに対する応援の気持ちがあれば、ぜひとも投げ銭機能のご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。